教科書ではわずか数ページで片付けられる縄文時代。しかしその奥深さはそれだけでは語り尽くせません。縄文人が残した数々の遺物、そこに刻まれた驚くべき専門性、各地に建てられた大型建築から見えてくる建築技術と精密すぎる測量の知識、そしてたくさんの人が集まらなければ作れない巨大なストーンサークルの先にある驚愕な知恵、さらに海外の有名な遺跡と縄文遺跡との意外な共通点。今回は東北や世界の古代遺跡を通して素朴と思われていた先史時代のイメージを根底から覆します。An exhibition on Japanese stones. Yes. So you might have heard of it. Yeah. There are loads of stones. 本当だ。北に当たるであろう石はちょうどぴったり北を指してるね。かなり今の人と変わらないというか、今の人たちよりもいろんなことができる。皆さん、縄文時代といえばこんなイメージありませんか？男性たちはとにかく外に狩りに出て、一方女性たちは自分たちの集落の中で手作りの土器を使って、お料理をしていた、そんなシンプルなライフスタイルのイメージがありますよね。そしてある意味言ってしまえば、未発達のイメージすらやっぱり、どうしても持ってしまいますよね。実は皆さん、そのイメージはもう古いんです。縄文時代の人々は今でもすごいなと思うような技術と知恵を持っていたんです。今回はもう数々のとんでもない発見があったさまざまな東北の遺跡を通してそれを証明してみせます。そして今回当チャンネルで初めて日本だけではなく世界史においても縄文時代とはどんな時代だった理解するために海外の遺跡にも行ってみます。それでは行ってみましょう。今回のテーマとなる縄文時代、その世界を踏み込む前に縄文時代とは一体どんな時代だったのでしょうか。縄文時代はずっと長く続いてた氷期というとっても寒い時期の後に入ってきた、比較的温暖で暮らしやすい時代だったんです。しかしその中で特に前期と中期はとにかく暖かくて、でもちろん植物でも豊富で、生活しやすかった時代だったため、前期と中期にあたる時期は縄文時代は一番栄えてた時期と言われていて、当時人口も一番多かったと言われます。そしてそんな、縄文時代という、一言でまとめられる時代なんですけれども、実はその時期と地域によってさまざまな文化があったんですよ。要するに縄文時代という一つの文化ではなく、そんな縄文時代の中でもさまざまな文化があったんです。そして縄文時代のもう一つの面白い特徴といえば、やはり大規模な争いの形跡も見つかっておらず、でさらに人を殺める武器も見つかっていないってことは、要するに、集落の間の小規模な戦いはもしかしたらあったとしても、大規模な戦いはなかったと言われるとっても平和な時代なんです。それは今回私がお話しする縄文時代です。縄文時代は今から約16,500年前、地球の気温がだんだん上がり始めた頃に幕を開けました。この時代の始まりを告げたのはなんと土器の発明。これは世界で発明された土器の中で最も古いものの一つです。皆さんもご存知の通り、装飾性が高く精緻な土器や土偶が数多く作られたことが縄文時代の大きな特徴なのですね。また縄文時代は温暖な気候に恵まれ、争いも少なく、人々は自然とともに穏やかに暮らしていました。この平和で穏やかな時代はおよそ2400年前まで続きました。そんな縄文時代は一見単純に見えてしまいますが、実は違うのです。そのイメージを覆すためにまずやってきたのは青森県にある三内丸山遺跡です。またやってきました。三内丸山遺跡です。実はね、
私今回来てめちゃめちゃ嬉しいんですけど、今回はね初めてでもなく2回目でもなく4回目なんですよ。もう本当にこの遺跡大好きで、もう4回も来たことあってもやっぱり毎回もう来るたんびにものすごく楽しいんですよ。しかも今回ねよくよく見ると大きな竪穴住居の屋根の部分、今改修工事してて、かやぶきのこのかやを入れ替えてるところなんですよ。またちょっと特別な姿見られてめちゃめちゃいいよね。いやー久しぶりだな。三内丸山遺跡は青森県青森市に位置し、今から5900年前から4200年前まで縄文時代がまさに最盛期を迎えていた前期から中期にかけて繁栄した大規模な集落跡です。この遺跡から約800棟の住居跡が発見され、同時に暮らしていた人々の数は多い時期は数百人規模、一説によると500人にも上っていたと考えられています。まさに縄文時代の大都会ですね。三内丸山遺跡は1992年、県営野球場の建設に伴う発掘調査で発見され、その重要性から保存が決定されました。そして2021年には北海道北東北の縄文遺跡群として世界遺産にも登録されました。そんな三内丸山遺跡には一体どんなすごいところが潜んでいるのか、それを探っていきましょう。三内丸山遺跡といえばもうやっぱり一番最初に脳裏を横切るのはもうこの2つの巨大な建物ですよね。もう縄文時代のイメージとなかなか結びつかないようなスケールの建造物で、本当に縄文時代に作られたのかなって疑ってしまいますよね。これ実はこの2つの建物に大きさ以外にも建てられた時に使われた技術から縄文人の知恵がたくさん込められていることがわかるんです。この遺跡からはたくさんのものが出土しており、一部の施設は現在再現されています。マップを見たとき、一見これらの施設は無造作に配置されているように思いますが、実際には人々が住んでいた住居や祭祀場だった盛り土、お墓などが計画的に配置されていたのです。まず私が注目するのは大型の建物が建てられていたエリアです。三内丸山遺跡にある2つの有名な建物のうちの1つ、大型竪穴建物です。これ実はもう本当に見ての通りもうとんでもなく大きい建物で、長さ32メートルで横幅は10メートルもある、もう縄文時代に作られたとは思えない広さですよね。これ実はここ三内丸山遺跡で作られた竪穴住居はだいたい直径3、4メートルなので、約20倍の広さもあります。ちょっとね今中入ってみると広いって言いたいところですけど、少しずつ今30年経って改修工事してるらしいんですよ。だから半分しか見られない。でも半分にこう隔てられたとしてももう十分広いですよね。これ実はだいたい200、300人ぐらい入れる広さと言われるんですよ。これを縄文人が作ったんです。これはこの遺跡を訪れた時に驚かされる巨大な建造物の一つ、大型竪穴建物です。なんとなく想像する縄文時代の建物とはスケールが違うこの建物。建設するのにたくさんの人が必要だった上に、役割分担と専門的な知識が必要だったことは間違いありません。現在の改修工事の際に屋根の葺き替えも行われていますが、やはり専門知識を持っている方々が担当しているのです。しかもこの建物には壁もついており、竪穴住居と思えない重厚感がありますね。小さな縄文人が住んでいた竪穴住居を建てる場合は、そこまでの技術は必要とされないんですけれども、ここまでの広い竪穴住居を作るには当然ながら知識が必要なんですけれども、それってやっぱりただ集まってできるものじゃなくて、もう各段階各ものに関しての専門家がいないともう作れないものなんですね。
実は縄文時代の時にもう結構専門というものが存在してたんです。でこれがこの住居だけじゃなくて、実は近年見つかっているいろんな遺跡の中から何か一つだけを作ってたという遺跡がたくさん見つかってるんですよ。そのうちの一つは例えば青森県にある田小屋の貝塚、あれは貝から作られた腕輪だけをこう専門にして作ってきた遺跡だから、実際完成品だったり未完成品だったりいろんなものが見つかってます。でそれ以外にも本当にさまざまなこう一つだけのものを専門にしてなんとかこのなりわいをしてたという遺跡の例もあります。実はこのような大型建物、三内丸山遺跡では13棟ほど発見されたほか、東北地方を中心に多くの場所で出土しています。さて、ここで皆さんにクイズです。その数はどれぐらいだと思いますか？ A、15、B、30、C、90。答えは C、33遺跡で90棟以上が知られています。中には山形県米沢市にある一の坂遺跡では長さ44メートル、幅4メートルの竪穴住居が特に有名です。このような規模の建物を建てていた縄文人。当時の建設技術に対する考え方が変わりますね。しかし、この遺跡にはもっとすごい建物があります。ここで柱の間隔というキーワードを覚えておいてください。もうすでに見えてますね。見て、大きい。これもまた本当に巨大で、高さは 14.7 メートルで、この一つ一つの柱の直径は1メートルもあるんですよ。ちなみにこの大きさの栗の木はもう自然では育たないと言われているので、この栗の木をやっぱり縄文人が自分の手でこう管理して植えてないとここまで大きくはならないそうです。でこの建物またすごくて、これ実は高さ 14.7 メートルといっても多分現代の私たち的にはパッとわからないかもしれないんですけど、基本5階建ての建物に相当する高さです。とんでもないですよね。この広さ、これはもう100人ぐらいで集まればようやく作れる大きさだそうです。これは三内丸山遺跡のランドマークとも言うべき建造物、大型掘立柱建物です。この建物は実際にどんな形だったのかはわからないため、現在は意図的に未完成の状態で再現されています。しかし、使用されていた柱自体はしっかりと出土したため、柱や出土した状況から縄文人が建てる際に応用した知恵を知ることができるのです。その柱は遺跡に隣接する縄文自由館の B フロアにあり、それを自由に見ることができるので見に行ってみましょう。これはもう本当にすごく重要な発見で、この発見があったからこそ当初、県営野球の施設を建てようとしたところをもう停止したという歴史があるんですよ。これがなければ三内丸山遺跡今存在してなかったかもしれない、そんなものなんですね。もう見てください、まず大きさ。もうこれだって何千年前に使われたもので、もちろん一部朽ちてると考えるとそれでも大きいですよね。これもともとの広さ、大きさは1メートルですからね。でこれ実は、今の私たちの目で見てちょっと分かりにくいんですけど、これ土とこう触れてるところ、例えば柱の底とか、あと横のこう土に埋められるところはわざと焦がして使われたんですよ。ちょっと不思議に思いませんか？これ実は縄文時代の人たちはある程度わざと焦がしてやると腐りにくくなることを知ってたみたいで、その知識を応用したんです。要するにもうここまで細かく考えて六本柱の建造物が建てられていたということなんですよ。他にも興味深い工夫があります。この柱は当時意図的に内側へ傾けて建てていたことが分かっており、現在の復元でもその傾きが再現されています。これは打ち転びという技法で重い建物でも柱がずれないようにする工夫です。
また埋め土にも特徴があり、国土を含まず粘土質に近い火山灰と砂が混じっていて非常に硬くなっていました。そのため発掘はとっても困難で、この柱を掘り上げるのになんと3ヶ月を要したそうです。しかしこの建物はさらなる縄文人の知恵を秘めているのです。次の縄文時代の技術のすごさは、これ実はこの柱の間隔にあるんですよ。私は大きな竪穴住居の中でも柱の間隔に注目してほしいって言いましたよね。これ実はこの掘立柱建物の柱の間隔は 4.2 メートルだったそうです。言ったように本物が出土したので、その本物の柱の間隔は 4.2 メートルで、これ実は35の倍数なんです。で後ろの建物の柱もまた35センチの倍数なんですよ。これはもしかしたら縄文尺ではないかと言われています。それは一体何を意味しているのでしょうか。近年縄文時代にはすでに長さの単位があったと考えられています。そして35センチの数字は肘から指先の長さから来たとされており、それを縄文尺と呼ぶのです。三内丸山遺跡にある大型掘立柱建物、大型竪穴建物や他の掘立柱建物の柱の間隔は35センチの倍数になっています。そう、縄文時代の人々は数字を認識しており、数学の知識を持っていたのです。しかし、さらに驚きなのは、どうやら数学の知識を持っていたのは三内丸山集落の住民たちだけではなかったようです。例えば、富山県朝日町にある不動堂遺跡でも長さ17メートル、幅8メートルの大型の建物が出土しており、その柱の間隔は35センチで割り切れる箇所が多かったのです。同じ事例は岐阜県飛騨市の遺跡でも見られます。縄文時代と数学、一見関係のない2つの言葉が合わさりましたね。ここを来るともう本当にこのような建造物のもう大きさスケールだけに目いきがちなんですけど、実際は作り方の特徴とかを見てみると、当時の縄文人って数学に関しての知識とか、あと土の特徴だったり木の特徴だったり、そういったものの性質をよく理解して、でそれを建設の時にもうふんだんに応用してたってことがわかるんですね。しかもこのようなスケールの建造物だと本当に一人で建てることも難しくて、もうたくさんの人々で集まって、でさらに言うとやっぱりそれを指揮する人とか、ある程度の専門的な知識を持ってる人とか、本当にさまざまな人がいないと完成できないものなんですね。だから大きさ以外にも実際は凄さってあるんですね。でその凄さの中には縄文人の深い知識があるんです。縄文人は私たちが想像するよりもさまざまなことについて深い知識を持ち合わせていたのです。まだまだ我々の知らない縄文時代があるものですね。縄文人の生活領域について考えるとき、どうしても基本その人たちが作った集落か、その周辺に限られちゃうって考えがちですよね。でも実は縄文人の移動範囲って結構広く、本当に広範囲にわたって交流交易してた証が日本各地に存在してるんです。でさらにこの三内丸山遺跡の中ではそんな交流交易の証がたくさん出土しています。三内丸山遺跡の博物館サンマルミュージアムでそんな交流の証がたくさん保管されています。そちらへ移動しましょう。サンマルミュージアムでは遺跡から出土した重要文化財約500点を含む総数約1700点の遺物が展示されており、見応えがあります。一つ目の交易の証はこのような翡翠から作られたものなんです。縄文時代の人々は翡翠が好きで、ちなみに翡翠の中でとにかく鮮やかな緑色が一番好んでいたというふうに言われてるんですけれども、この翡翠のすごいところは
実は翡翠の中で数種類があるんですよ。それは紅玉と南玉で、一番翡翠っていう翡翠として扱われているのは紅玉で、実はそれが新潟県の糸魚川でしか取れなかったんです。特に縄文時代の時は。要するにこのような三内丸山遺跡で見つかっている翡翠の製品はここから約 600km も離れた場所から運ばれたものなんです。交易の証ですよね。三内丸山遺跡からは完成品だけではなく、原石や加工途中のものまで計58点の翡翠が出土しています。中でも翡翠製の大衆はひときわ存在感を放っています。そんな翡翠は 600km も離れた場所からもたらされていました。もう一つ縄文時代でとても重宝されていた石は黒曜石。これは火山の噴火によってできるもので、天然ガラスとも言われるように結構加工しやすくて鋭いという特徴を持っている石なんですね。よく見るとここでもずらりといろんな、黒曜石だけに黒い石が置いてありますよね。で、槍だったり石属だったりで、その中で例えばこっちの石属に注目してほしい。ここ長野県って書いてある。要するにこの石属の石、黒曜石は長野県のものなんですよ。この黒曜石って火山の噴火によってできるものだから、それで結構どこの産地なのか分かりやすいんですよ。で、日本ではいくつかの産地があるんですけれども、例えばここに写ってる例は長野県産。これもまたやっぱり交易の証なんですね。遠くの長野県の人たちはここに来るなり、三内丸山遺跡の人たちは向こうに行くなり、そういうような交流を持ってこの黒曜石はここに伝わったんです。三内丸山遺跡で見つかった黒曜石は北海道十勝や白滝、秋田県男鹿、山形県月山、新潟県佐渡、長野県霧ヶ峰など日本海を中心として地域の黒曜石が運ばれてきました。北海道や長野県の黒曜石、新潟県の翡翠、縄文人の行動範囲が凄まじいものですね。私も最初縄文時代について勉強を始めた時に、もうてっきり自分の集落のところにずっと近くで生活してたというイメージが湧いてたんだけど、こういうふうにいろんな遺跡行くと、もう自分の集落だけじゃなくてこんなにも広範囲で移動してたってこと分かって、正直びっくりしたんですよ。だって要するに移動するのにはもちろん航海技術もかなり必要じゃないですか。当時陸を使って移動してたってことはちょっと難しかっただろうから、絶対海から行ってたじゃん。航海技術もそれなりに持って、しかも考えてみれば一体どうやって 600km 離れた場所について知ってたんだろうって私ついつい考えてしまうんですよ。で、さらに言うと、じゃああったとしてもどうやって言葉通じたんだろう。当時同じ言語だったのか、やっぱ全然違ってそれでもお互いを理解しようとしてたのか、本当にその交易とか交流によって何が生まれてたんだろうって結構想像広がりますよね、そう考えると。縄文人は自給自足の暮らしを送っていた。そんなイメージとは反対に、縄文人は日本列島を股にかけていろいろな人と縁を結び、何百キロメートルにわたる交易網を築いていたのです。お分かりいただけましたか？縄文時代を生きていた人々はもう本当に今でも感動するような技術と知識を持っていましたね。でも実はそんな縄文人はもうさらなる知識を手に入れていたんです。そんなことについて物語るある遺跡があるので、そちらへ行きましょう。縄文人は一体どんな知識を持っていたのか、それを調べるために私が向かったのは秋田県鹿角市にある大湯環状列石です。見えてきました。あれが大湯環状列石の一つ、万座環状列石です。いやー、広いですね。もう想像以上に大きくてちょっとびっくり。もう少しこじんまりとしてるかなと思ってました。立派。
大湯環状列石は今から約4000年前、三内丸山遺跡より少し後の縄文時代後期にあたる時期に築かれた遺跡で、およそ500年間にわたって使用・運営が続けられました。この遺跡が大変貴重な遺跡のため、縄文遺跡で5つある特別史跡の一つに指定されているほか、北海道北東北の縄文遺跡群の構成資産の一つとしても世界遺産に登録されました。大湯環状列石について詳しく知るために、今回はいろいろと詳しく知っていらっしゃる方に話を伺うことになりました。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この遺跡には一体どんな縄文人の知恵が潜んでいるのかを知るために、大湯環状列石に詳しい学芸員の赤坂智美さんに協力いただきました。大湯環状列石と呼ばれている遺跡なんですけれども、今から約4000年前、日本でいうと縄文時代にあたる時代の遺跡になっています。ここにある、環状列石、ストーンサークルとも呼ばれていますけれども、ここには2つの環状列石があります。ここは万座環状列石、道路を挟んでもう一つ向こう側に野中堂環状列石があります。この遺跡は縄文時代の集落跡の遺跡とは異なる特別な遺跡です。大湯環状列石は名前の通り大型の環状列石です。環状列石とは石を丸く並べた遺跡で、ストーンサークルとも呼ばれ、縄文人にとって大切な場所だったのです。大湯環状列石は万座環状列石と一回り小さい野中堂環状列石の2つの大きなストーンサークルのほか、小型のストーンサークルなども複数発見されています。まずは万座環状列石を詳しく見ていきましょう。今目の前に見えているのは万座環状列石、この大湯環状列石のうちの一つの環状列石、つまりストーンサークルですね。で、目の前見てみると、このストーンサークルっていうのは2つの円からできてて、1つは外側の外体と呼ばれるすごく大きな円で、この万座環状列石に関しては外側は確か52メートルぐらいだったんですよ。でもう一つは内側の小さめのストーンサークル、それは内体っていってもう少し小さめで15メートルとかそのあたりの広さなんです。で、さらに一番中心地に何かしらの石の組石というものが建てられてます。で、ここで面白いのはただ円を作っただけじゃなくて、この外側の円に関してはわざと隙間を作って、で目の前見てみると縦に並走するような形で並べられてる石があるでしょ、石の列。あれは、ある意味通路みたいなもので、その周りにたくさんの建物が建ってて、今はこれしか復元されてないんだけど、実際はもっともっといっぱい跡が見つかってて、何かしらの建物だったのか、もしくはもう建物じゃなくて、ある意味こういうふうに木をいっぱい並べたウッドサックルみたいなものだった可能性まであると言われますね。だからまたちょっと、今も実際面白いのは、私たち見てる石って実際縄文時代の時のそのままの石で、そのまま土から出てきたものなんですけど、また縄文時代の時はもう少し雰囲気が違ったのかもしれませんね。万座、野中堂ともに近くを流れる大湯川から石を運ばれて作られました。その石の数は、万座は6500個、野中堂は2100個と合わせて8500個に上ります。その上、最大の石の重さはなんと180キロもあるのです。車などがない当時の時代では時間も労力も要する大変な作業です。では、縄文人は一体なぜ多大な労力を費やしてこのような大規模なストーンサークルを築いたのでしょうか。大湯環状列石には主に2つの役割があったと考えられています。それは人々を弔う埋葬施設と儀式を行う祭祀場です。そうですね、よく見ていただくと、ただ石をもう
集めて輪っかにしているだけではなくて、丸だったり四角に組み合わされている石が、確かにありますね、見えてくるかと思いますね。ちょうど目の前に円形のサークルがありますね、小さなもの。そういった塊の一つ一つがお墓というふうに考えられています。あとはこの環状列石を作るための作業って一人ではできませんよね。村の人ですとか周辺の集落の人たちがたくさん集まってここの一つの大きな輪を作るというふうな作業、こういうのを通して人々のつながりを確かめる、そういうふうな場でもあったというふうに考えられます。じゃあ、今では結構平地が続いてるんですけど、縄文時代に、当時の時代に戻ってみれば周り結構竪穴住居がたくさん並んでて集落もあって、でそのいろんな集落の人たちが集まってで作ったストーンサークルで、その中で自分の、多分ご先祖様とか自分の家族を埋葬してるという感じですか？そうですね、ここの大湯環状列石の中にも竪穴住居はいくつか見つかってるんですけれども、ここで見つかっている数の人たちでここの環状列石作るのにはちょっと人が少ないかなと思いますので、ここから離れた場所にも縄文の人たちって住んでいて、そこから遠く離れた村からやってきてここに、石を運びにやってきた、あとお祭りですとかご先祖様の供養にやってきたというふうなことが考えられてますね。じゃあ墓だけじゃなくて実際はいろんな人が集まる、当時の祭祀の場所としても使われてたということなんですね。もしかしたらこのストーンサークル作っていく段階でこの石を運ぶっていうふうなことも、非常に大事な意味があったのかもしれませんね。結構石も一個一個重いですから、そうですよね。この石を運んでこれたら例えば大人として認めますよというふうな、そういうふうな決まりもあったかもしれませんね。今でいう成人式みたいな、この土地に点在している集落の人々は力を合わせて築き上げた大きなストーンサークル。時にはここで集まってご先祖様を供養したり、お祭りを開催し、集落同士で交友関係を深めたり、4000年も前の彼らにとって大湯環状列石はただの石の集まりではなく、心を一つに結ぶための大切な空間だったのです。そんな大湯環状列石の2つのストーンサークルにはさらに深い意味が隠されていました。その手がかりは両方のストーンサークルの内側と外側の円の間に作られているこの組石のモニュメントです。であちらに見えてるのが日時計上組石っていう、そうですね。で名前に日時計っていうふうについてるんですけれども、実際に日時計として使ったかどうかっていうのははっきり分かっていません。見た目が日時計に似てるのでということで日時計上組石っていうふうに呼んでます。でこの、日時計上組石、実は向こうの中堂環状列石にも同じような、日時計上組石があります。じゃあ各ストーンサークルに1個ずつついてる。そうです、1個ずつあって、こちらに立っていただくと、この日時計の中心の立っている石と真ん中に立っている三角の石見えますか？はい、見えます。ここが一直線に結ぶことができます。さらに、向こうですね、道路挟んであちらの方にも同じように日時計上組石と中央の石が並んでいまして、ちょうどここ4つが一直線に並ぶような構造になっていますね。それに何か意味がありますか？でこの一直線、こちらに行っていただくと西側になるんですけれども、こちらの方向が夏至の日没方向というふうにも言われてはいるんですが、実際にですね、毎年6月に、夏至の日没を見るイベントってやってるんですけれども、その日見てみるとちょっとこっち側の方にずれてしまうんですね、日没が。なので、一つの説としては、夏至の日没を意識しているというふうには言われてるんですけれども、今はちょっと検証できないという状況ですね。ただ夏至の時ここではですね、栗の花が咲く時期になります。で栗っていうのが縄文時代の人にとって大事な食料の一つではありますので、やっぱりこの夏至の時期とあとその栗の花が咲く時期ってすごく大事だったんじゃないかなというふうには思いますね。
じゃあ確定はできないんですけど、もしかしたら縄文人はこう芸師とか本当にそういう自然のサークルも理解して、でそれをこの環状列石の中に織り込んだっていう可能性もありますありね。ますね。万座野中堂環状列石では4つのポイント、万座の中心、野中堂の中心、2つの日時計状組石が驚くほど正確に一直線上に並んでいるのが特徴です。そしてそれが夏至の日没方向とほぼ重なっているのです。このような配置から、これらのストーンサークルは単なる採取の場ではなく、太陽の動きを観測して季節を知るための天体観測施設としての役割を担っていたと考えられています。しかもこれが大湯環状列石のみの特徴ではありません。秋田県にはもう一つの縄文遺跡、4つの大きなストーンサークルからなる伊勢胴体遺跡がありますが、その遺跡でも日時計状組石があり、同じく夏至との関係が指摘されています。大湯環状列石を築造した縄文人たちは、太陽の動きを読み取り、時間や暦を観念する高度な知識を持っていた可能性があるのです。さらに学芸員の方と話しているうちに新たな情報を入手しました。であちらの野中堂の日時計見ていただくと、外側の方に東西南北を意識して石を配置しているというふうな構造もありますので、そうですか。じゃあそれを見てみましょう。せっかくなので、はい、せっかくなので行きましょうか。はい。どうやら野中堂環状列石の日時計状組石にも不思議な特徴があるようです。野中堂環状列石も見に行ってみましょう。私それ知らなかったんだけど、どうやらこう話してると、ここ夏至と関係してる組石だけじゃなくて、こう一部の石を縄文人が方位を気にして置いたんじゃないかという石もあるみたいで、それを今見に行きます。で今ちょうど、県道のところに来まして、ここがですね万座と野中堂を見渡すことができる場所になってます。確かに、はい、万座の方がちょっと場所が高いので、そうですね。そうですね、緩やかに野中堂の方が下がってる地形にはなってます。で今まっすぐ正面に見えているのが日時計状組石、ちょっと遠いんですけれども、で、外側に4つの丸石置かれているの見えますでしょうか。この日時計のところですか。日時計の外側の方です。外側の方にもに丸石が、置かれてまして、あれがちょうどこう東西南北に配置されている石。この日時計組石自体はですかの、中心に石がありますね。でそこに放射状にこう石が並べられていて、外側にこう丸い石が4箇所置かれているんですけれども、それが東西南北を示すように置かれている石に。ちょっと確認してみてもいいですか。本当なのかな。そういうことなるほど。本当だ。北に当たるであろう石はちょうどぴったり北を指してるね。確かに向き的にもだいたい北だね。ほらちょっと動いちゃうとあれも動くけど、ほらぴったり北だよね。あとはそうでも北当たってるってことは、その他の4つの石もぴったりその方角になるはずだよね。そうですね。だいたいこう合ってるように置かれてはいると思います。偶然にしては結構不思議な偶然ですよね。でも逆に言うと縄文人は一体どうやってその方角を理解したんだろう。そうですね。今この台地の周りが木に囲まれてるんですけれども、おそらく周りの方には山が見えていて、毎日生活してる中でこの山から日が昇ってあの山に日が沈んでっていうのを毎日こう見ていたんだと思うんですね。そういった中でまずいつの時期になると特定の位置のところっていうのが方向っていうのはこうだんだん分かってきて、それで、
方位を意識するような形で石を置いたりっていうふうなことにつながったのかなというふうには思います。こう自然を観察してでそれでこう観察している中でもしかしたらこう方位方角の感覚出てきて、それをこういうふうに組石に表したということなんですね。夏至に合わせて築かれたストーンサークル、方角に合わせて丁寧に並べられて石、その配置には空の動きや自然のリズムを深く理解していた縄文人の眼差しが宿っています。縄文人は未開や質素などの言葉に到底収まらない私たちが想像する以上の知識を積み重ねながら生きていたのです。ここまでは縄文時代の人たちはどういう生活をしててどういう技術を持ってたっていうところに迫ってきましたね。ただこれだけ見るとこう当時の世界の中の縄文ってどういう立場にあったのかなかなかわからないですね。だからこれからはこの大湯環状列石に似てるある海外の遺跡に行ってきます。縄文時代が最盛期を迎えていた頃、世界ではどんなことが起きていたのでしょうか。それを知るべく日本を飛び出して日本から直線距離で約1万キロも離れたイギリスに向かいます。今回はイングランドの数々の歴史的建造物を管理保護するイングリッシュヘリテージの特別協力をいただいて、ロンドンから南西約150キロのソルスベリ平原にある古代の遺跡ストーンヘンジを調べていきます。ストーンヘンジは英南部ウェルトシャンのソルスベリにある遺跡で巨大な石を使って作られたストーンサークルです。造営は今から約5000年前に始まり、その後1500年にわたって段階的に形を変えながら使われ続けました。日本では三内丸山遺跡や大湯環状列石が栄えていた時期にあたりますね。ストーンヘンジはウェルトシャンに広がる先史時代の遺跡群の一部であり、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。現在ストーンヘンジはイングリッシュヘリテージによって管理されています。そんなストーンヘンジを案内してくださるのがこの方、この遺跡に詳しいハリーさんです。Japanese prehistoric world and English prehistoric world. Lovely, right? Yeah. So something that we had in the exhibition a little while ago was an exhibition on Japanese stones. Yes, I've so heard of it. You might have heard of it. Yeah, yeah. Loads of stones, like comparing Stonehenge and the stone circles in here in England with the stone circles and the other stone monuments that you have in Japan. Like that's very interesting to me. That the kind of connection. Yes. Yeah, do you want to, let's be on this splash right Yes, now. let's go. Moving this one? Yes, please. ストーンヘンジは広大な敷地を有する遺跡で、私たちは歴史を伝えるビジターセンターからバスに乗って移動します。ようやく見えてきました。念願のストーンヘンジ。ワクワクします。They're really gigantic. They really are. They are. I can't massive. believe that they were created like many thousand years ago. So they are about 4,500 years old, each of those largest stones. This stone here was put here 5,000 years ago. That is the original stone. The original stone of Stonehenge is that stone. It's called the heel stone, H-E-E-L. Just come over the ropes, flicking. Usually it's prohibited, right? It is, yeah. What we're doing now is completely illegal. Right. 木一本もない広い平原で堂々と佇む巨石のストーンヘンジ。まさに紅一点ですね。そんなストーンヘンジがどのようにして誕生したのでしょうか。Originally, 5,000 years ago, the heel stone here was placed here. This is the oldest stone at Stonehenge. At that same time, the earthwork around Stonehenge was placed here. You can see it over there in that ditch. That fully encompasses the stones. At that same time, 56 Aubrey holes were placed here. 56 post holes, which we think were either wooden posts or there would have been stone holes. 現在のストーンヘンジは石が倒れたり欠けたりしていますが、かつては複数の石の円が重なって並ぶより完全な円環構造でした。まず外側は高さ5、6メートル、重さ25トンほどの大きな長方形のサーセン石という石が建てられ、その上に横石が乗せられていました。
そして内側には高さ2メートル、重さ2から5トンほどの小さめの石、ブルーストーンと呼ばれる青っぽい石からできた円があり、さらにその内側には最大10メートル、50トン近い巨石からなる門の形に組まれたトゥリリトンという一組が馬蹄形に並べられていました。その内側にもまたブルーストーンの楕円が置かれ、サークル中央には約6トンほどのオールターストーンという名前の石が据えられていました。このストーンサークルの周囲にもいくつもの巨石が計画的に配置され、全体は土塁とお堀に囲まれていました。土塁には大湯環状列石同様に道が設けられ、道の延長線上、高さ 7.6 メートル、重さ約35トンのヒールストーンという無加工の大きな石が置かれていました。しかし目を奪うこれらの巨石は建設当初からこの地に置かれていたわけではありません。最初は土塁やお堀を作り、その内側にはオーブリーホールという56個のお墓を作って円形状に並べ、その上に木の柱あるいはブルーストーンを立てていました。そして巨石は建設開始から500年後から置かれ始め、その後も何度も並べ替えられた結果、このような形になりました。現在私たちが見ているのはまさにその当時の名残なのです。そんなストーンヘンジで最も驚かされるのが何といってもサークルを構成する巨大な石ですね。これらの石はどのように組み立てられたのでしょうか。So we go from 3000 BC to 2500 BC. 500 years later, to give us of a time jump, we have the Sarsens. They are brought here from 17 miles away. From the Marlborough Downs, 25 to 30 kilometers away, they are brought here. I said earlier, 200 people. It takes 6 days to bring one of those stones to Stonehenge. Each of them 35 tons. How many stones were used? Around the outside, we're looking at 60 in total. 60 of the large stones. You've got the larger stones which are standing with the lintels on top. That's outer stone circle made up of 60 stones. Whilst the internal, we're looking at, well, let me count, 3, 6, 9, 12. We're looking at, I think that's 15 stones that make up the internal trilithons. So you shape it in at the quarry at Marlborough Downs, and then you bring them here, which means you don't want to break it when it gets here. And so I don't think we want to use a ramp. I don't think they would have wanted to use a wooden construction to do that. Instead, I believe they would have used scaffolds. So kind of layer by layer, you kind of build a layer of wood, a wooden scaffold. You place that lintel on top of it, and you lever it up one at a time, each layer until you reach the top. And once you reach the top, you just pull it across, slot it down onto the standing stones, and that's the theory that I prefer, and you'll see it in your guidebooks as well. That's what we think. It's how we believe they built and erected Stonehenge. サークルの外側を構成する大きな石やトリリトンという3つの石からなる一組の石がストーンヘンジの北約32キロにあるマールバラ丘陵で探してそこで加工し、ストーンヘンジに運んだ後、まず柱となった石を大きな穴を掘って立て、さらにテコと木製の台を利用してその石の上に横石を乗せました。しかしとんでもなく重い石をただ上に乗せただけではいつ落ちてもおかしくありません。ストーンヘンジを築き上げた人々はこの問題を予測し、ある工夫を施しました。その工夫のおかげで私たちは今でもストーンヘンジを見ることができるのです。Each stone that is standing, every single stone, especially the ones that are without lintels, you'll see little lumps on top of them. On the tallest stone, as we carry on round, you'll see a lump on top of that. These are mortise and tenon joints. If you're a woodworker, you know what I'm talking about. That kind of single post and a hole for it to slot into. Each of these stones has that. The lintels on top, they have the holes to slot those posts into. So each of them slots just like Neolithic Lego in this perfect shape.
How did they shape it? Even So something you'll see down in the exhibition is the tools they would have used. It was simply stones, larger I can't believe stones. that they made everything by just using stone tools. Stone tools. It's all just stone tools. そう、ストーンヘンジの人々は柱となる石に出っ張りを作り、そして上に乗せる横石の底の部分に同じ大きさの穴を開け、まるでレゴのように組み合わせたのです。そしてそれをなんと石器を使って加工しました。このような高度な加工にはとんでもなく時間がかかったことを容易に想像できますね。では、そんな巨大なストーンヘンジは一体どのような役割を果たしていたのでしょうか。Something I haven't touched upon is the orientation of Stonehenge. So it's orientated on the solstice axis. Have you heard of the solstice? Yes, of course. So the summer and the winter solstice. Basically, the summer solstice sunrise appears on that horizon over there on the 21st of June. Right over there. There is an arrow on the ground, brass arrow on the ground over there. We'll take a picture of it in a moment. That shows you the alignment between the heel stone, the centre of Stonehenge, and the solstice alignment when the sun rises on the 20th and the longest day of the year. The same thing occurs. It runs completely the center of Exactly. the site. Exactly. So the same thing occurs on the winter solstice 6 months later. On the shortest day of the year, you find that the sun sets directly on that same line on the other side. So it basically tracks, and it is a solar calendar to these Neolithic people, these Stone Age people. Which I is hear that even the winter solstice was even more important than yes, it summer was. And if you I kind of explain that to you by telling you a bit of the history of agriculture in the UK. So agriculture arrives in the UK, I'm saying the UK, the British Isles, in 4000 BC. That's kind of where we have found that agriculture begins to occur and begins to happen here in the British Isles in the Neolithic period. So 4000 BC. 1,000 years later, within 1,000 years of agriculture coming to the country, or coming to these islands, people are building stone circles, and these stone circles are built on the alignment, on the solstice alignment, and these are helping these people to track the stages of the year. So the longest day of the year, that means you are halfway through the year. It's halfway through the summer. You know that you need to harvest soon. You need to be collecting food soon. You need to be storing food ready for the winter. So it's more of a solemn time. You're not really celebrating. You're already in a good mood. It's summertime, but it's a warning. The summer solstice is a warning to Neolithic people that you need to be storing that food. It will be finished soon. It'll be very finished soon. Yeah, exactly. The opposite is the case for the winter solstice. So as the winter solstice happens, 21st of December, shortest day of the year, it is a sign to these people that their food that they have stored since the autumn, that they might need to store some more or gather some more food so they can survive through the winter. Winter is a time for fasting, it's a time of sorrow, it's a time of starvation. It's very harsh in the winter, especially 5,000 years ago when the climate was colder. 今の英国があるブリテン諸島には古よりさまざまな人々が出入りし、それらの文化が合わさり歴史が生まれた場所です。そんなブリテン諸島には6000年ほど前、日本では三内丸山遺跡が誕生した時期に大陸から農業を生活の基盤とする人々が渡来し、農業の技術を伝えました。農業を生りとする彼らにとって季節の移り変わりを正確に把握することがまさに死活問題です。自然がいつ眠りにつき、いつ太陽の恵みが最も強く降り注ぐのか、彼らにとってそれを知る大切な手段だったのは夏至と冬至なのです。そしてブリテン諸島で暮らし始めた彼らはやがて巨大な天体観測施設カレンダーを築き始めました。それがこのストーンヘンジなのです。ス
トーンヘンジは人々を弔う施設であり、季節の移れを知り、冬至、夏至を祝う場所としての役割を果たしていました。海を越えて離れた土地に暮らしていた人々が同じように空を見上げ、自然の動きを読み取り、それを石を使って形にしようとしていた。そう思うと世界が少し近く感じられます。イギリスの平原に築かれたストーンヘンジも、東北の大地に広がった大湯環状列石や三内丸山遺跡も、異なる文化の中で生きた人々がそれぞれの方法で自然と共に生きる知恵を残した場所でした。True, and that's something really sad about the small-mindedness of people today. They don't believe that they possibly could have done this back then with stone tools, despite their eyes showing them that they could have. 昔の人ってすごく単純な生活してたというふうにも考えられることが多いんですけれども、かなり今の人と変わらないとか、今の人たちよりもいろんなことができないと生活していけない時代でしたから、太古の人々の暮らしは決して素朴さだけでは語れません。広範囲に活動し、自然をよく理解し、仲間と力を合わせて大地に痕跡を刻んだ古代の人々は、その一つ一つの営みの中で私たちが想像してきた以上の知恵と技を宿していました。そして彼らはその手で生み出した技と知恵は多くの文化の礎となり、今もなお私たちを魅了し続けています。歴史書ではほんの数ページで表されることが多い縄文時代ですが、実際は今回は国内のさまざまな遺跡のみならず海外の遺跡にまで行って、縄文時代はシンプル、言ってみれば未発達のものだったではなくて、意外にも豊かな生活だったんですね。当時の縄文人は事細かく自然を眺めて、そしてさまざまな知識知恵を得て、そしてその知識を自分たちの生活の中にどんどん使って取り込んでいたんですね。縄文時代は本当に意外にもたくさんの技術があって、すごく面白い時代だったんです。今回の動画の中でそれがよりたくさんの人たちに伝わっていたらいいなと思います。